たった90日で人生の軌道が変わる習慣。なぜ人は変われないのか。無意識の牢獄。人は変わりたいと願いながら、今日も昨日と同じ行動を繰り返している。新しいことを始めようとしても、3日で挫折する。頭では分かっているのに、体がついてこない。この矛盾の正体は意志が弱いからではない。私たちの行動の 95% は、無意識のパターンに支配されている。例えば、毎朝スマホを手に取っているあなた。その動作は、脳が判断しているのではない。神経系に染みついた習慣が、自動的にあなたを動かしている。つまり人間は、自由に見えてほとんど自動操縦されている。この構造に気づかない限り、どれだけ努力しても空回りする。目標を立てても続かないのは、意志の問題ではなく構造の問題だ。変われないのではなく、変わり方を知らないだけ。だが、ここに科学と哲学が交わる突破口がある。行動心理学は語る。人間の行動は環境とリズムによって簡単に変えられる。脳科学は証明する。脳は同じことを繰り返すことで構造そのものを書き換えられる。そして哲学者たちは語った。人生は習慣の集積であると。ソクラテスは最も大切なのは自分自身を知ることと言った。だが、現代に生きる私たちは自分がどれほど無意識に支配されているかを知らない。まず必要なのは行動を変えることではない。行動を支配している構造に気づくこと。この動画はあなたの無意識の構造にメスを入れる。そして習慣という最強の武器を手にしたとき、あなたの脳は別人のように生まれ変わる。たった90日で人生の軌道を変える。そのために今から12の習慣を一つずつ掘り下げていこう。朝の思考が夜の結果を決めている。朝目を覚ましたとき、その瞬間あなたの一日はほぼ決まっている。例えば目覚めて最初にスマホを開き、ニュースや SNS を見る人と、10秒だけ深呼吸して今日やりたいことをイメージする人。このわずかな違いが数時間後には集中力と行動力に決定的な差を生む。脳科学の研究では、起床後の30分間は脳の可塑性が最も高く、情報や感情の影響を強く受ける時間帯だと分かっている。つまり、朝に何を考え、何を感じたかが、その日一日の思考回路を作る。スタンフォード大学の研究によると、朝にポジティブな感情を抱いた被験者は、その日一日を通して創造性と生産性が高まり、逆にネガティブな刺激から始めた人々は、感情の揺れが続き、判断力も低下したという。これは決して精神論ではない。朝は、脳の司令塔である前頭前野が再起動していく時間。この時、最初に入ってくる情報が今日というゲームのルールを決める。朝の言葉、朝の姿勢、朝の行動が、その日一日の思考と選択を支配するのだ。哲学者エピクテトスはこう言った。人間は出来事ではなく、それに対する解釈によって苦しむ。その解釈を最初に選ぶのが、まさに朝の時間だ。では、どうすれば朝を変えられるのか。行動心理学のアプローチは明快だ。5秒以内に立ち上がる。光を浴びる。目的を口に出す。こうした簡単なトリガーを習慣にすれば、思考の流れは変わり始める。さらに効果的なのは、朝一番に未来の自分に会うことだ。例えば、今日一日を終えた理想の自分がどんな行動をしたかをイメージする。それを1行だけ書き出す。この小さな儀式が脳の RAS、毛様体不活系を活性化し、無意識のうちにその目標へ向かう情報だけを選び取るようになる。朝を制する者が人生を制する。だがそれは早起きすればいいという話ではない。最初の思考に何を選ぶかが全てだ。今日という一日は朝のたった1分で書き換えられる。あなたの思考があなたの未来を決めている。未来ではなく、今すぐ動く脳に切り替えろ。明日からやろう。この言葉に、どれだけの夢が埋葬されてきたのだろうか。人は、未来ならできる気がする。なぜなら、未来には失敗が存在しないから。しかし、行動というものは、未来には存在しない。動けるのは、常に今だけだ。ハーバード大学の研究によると、私たちの脳は今すぐ報酬が得られることに強く反応し、先延ばしされる報酬にはほとんど関心を持たない傾向がある。これは時間割引と呼ばれる心理現象で、未来の成功より、目の前の快楽を選んでしまう人間の脳の癖だ。例えば、ダイエットを始めようとしても、今日だけはケーキを食べてしまう。これは意志が弱いのではなく、脳が今すぐの快楽を選ぶように設計されているからだ。ここに、行動心理学の視点が生きてくる。重要なのは、未来を見ないこと。今この瞬間にやる理由を作ること。例えば、運動が嫌いなら、10秒だけやると決める。勉強が続かないなら、机に座って本を開くだけを目標にする。脳は完了を求めるより、開始に反応する。これを初動トリガーと呼び、たった数秒の行動が脳を一気に動かす引き金となる。また、神経科学では行動が感情を変えるとされている。つまり、
やる気が出てから動くのではなく、動いたからやる気が出たという順序が実際の脳の構造に合っている。哲学者ウィリアム・ジェームズはこう述べている。人は行動の結果として感じる。つまり、動かなければ何も変わらない。感じる前に動け。さらに、もう一つ重要な視点がある。それは環境を変えること。目の前にスマホがあれば、脳は無意識に誘惑される。机の上にノートがあれば、自然と書き始める。人間は意志で動くより、環境で動く動物だ。だから、変えようとするな。動けるように、仕組みを作れ。今すぐやれる形に変える。未来ではなく今に脳を切り替える。それだけで、あなたの行動力は爆発的に変わっていく。言葉を変えれば、運命が変わる。人は、自分の言葉に最も強く影響を受けている。他人の言葉より、ニュースより、SNS より、あなたが自分自身にかけている言葉こそが、あなたの人生の方向を決めている。どうせ無理だ。自分には才能がない。時間が足りない。こうした独り言は、ただのつぶやきではない。それは、自分という存在に対する命令になっている。心理学ではこれをセルフトークと呼ぶ。人は一日に数万回の言葉を心の中でつぶやいている。そのほとんどが無意識であり、気づかないまま自己像を形成していく。つまり、何を考えているかより、何を語っているかがあなたのセルフイメージを決定している。そしてこのセルフイメージが行動を支配する。自分は飽きっぽいと言い続ければ本当に飽きっぽい行動しか取れなくなる。ここに科学の裏付けがある。言葉は脳の神経回路に影響を与える。ポジティブな言葉はドーパミンやセロトニンの分泌を促進し、ネガティブな言葉はストレスホルモンであるコルチゾールを増加させる。つまり言葉一つで脳の化学状態が変化する。アスリートの世界では言葉の訓練が基本になっている。試合前にどんな言葉を使うか、どんな言葉を避けるかが、プレーの精度を決定すると言われている。これは誰にでも応用できる。まず、自分の口癖を紙に書き出してみる。次に、それを本当にそうか、と問い直す。最後に、新しい言葉を定着させる。できないからまだ練習中。運が悪いから次の準備ができた。言葉を変えることは、現実の見え方を変えることと同義だ。哲学者ビトゲンシュタインは言った。言語の限界が、世界の限界を決める。つまり、どんな言葉で世界を語るかが、その人の現実を決めている。もし今の現実が苦しいなら、行動を変える前に言葉を変えてみてほしい。あなたが毎日つぶやいているその言葉が、これからの運命の方向を、静かに、しかし確実に変えていく。最強の習慣は、決まった時間にやること。なぜ、三日坊主になるのか。理由は、意志の弱さではない。やる時間が決まっていないからだ。人間の脳は、ルールがあれば動くが、選択肢が多すぎると動けなくなる。例えば今日中にやろうは、やらない宣言と同じ。午後7時にやると決めた瞬間、脳はその時間に向けて準備を始める。これは、神経科学で時間条件反応と呼ばれる現象だ。脳は、行動を時間とセットで記憶するようにできている。だから、毎日同じ時間に歯を磨くのは簡単でも、不規則なスケジュールだと些細な行動ですら続かなくなる。行動心理学でも、習慣化の鍵はタイミングにあるとされている。意思ではなく、時刻という外部のリズムに従わせることで、脳に負荷をかけずに行動を自動化できる。例えば、朝7時になったら英語の音声を流す。夜10時になったらノートを開く。時間をトリガーにして習慣を組み込むと、脳はそれを当たり前の行動として登録していく。そして重要なのは決めるのは最初だけでいいということ。一度でも毎朝7時に運動とセットすれば、2週間後には、脳がその時間に勝手にスイッチを入れてくれる。これは初期負荷を乗り越えれば、自動化されるという習慣形成の鉄則だ。また、哲学的にも時間は重要なテーマだ。アリストテレスは習慣は第二の天性であると言った。だがその第二の天性を育てるには、日々のリズムの中に行動の根を下ろす必要がある。時間は、最も強力な習慣のフレームだ。毎日同じ時間に同じことをする。これ以上シンプルで、これ以上強力な習慣形成の方法は存在しない。つまり、最強の習慣とは、何をやるかではなくいつやるかで決まる。変わりたいなら、今日一つ、行動と時間を結びつけてみてほしい。たった一つのタイミングが、あなたの未来を塗り替える起点になる。失敗を恐れるな。記録しろ。人は、失敗が怖いのではない。失敗を証拠としてしまうことが怖いのだ。ダイエットに失敗すれば、自分は意志が弱いと決めつける。挑戦して失敗すれば、やっぱり自分には向かえてないと思い込む。だが、それは真実ではない。それは、記録しなかったから生まれた錯覚である。ハーバード大学の研究によれば、人間の記憶は驚くほど曖昧で、都合よく書き換えられていく。自分の過去の失敗も成功も、記録しなければ感情によって歪められてしまう。だからこそ、記録が必要になる。行動のログを残すことで、
自分の進化を事実として認識できる。例えば、毎日の睡眠時間、勉強時間、運動の記録、あるいは、日々の感情の揺れや行動のきっかけを書き留めるだけでも、なんとなく変わっていないという幻想が消えていく。行動心理学の研究では、自分の行動を記録している人は、そうでない人に比べて習慣の定着率が2倍以上高いとされている。これは観察効果と呼ばれ、人は見られていると意識した瞬間に、行動が変化するという原理だ。面白いことに、自分で自分を記録するだけでも、この見られている感覚が脳に作用し、行動が整い始める。そして、哲学的な視点も忘れてはいけない。スピノザは言う。感情は、理解された時に、初めて制御可能になる。つまり、恐れも怒りも、書き出して理解した瞬間に、自分の手に戻ってくるのだ。記録とは、自分自身と向き合うこと。過去の出来事ではなく、そこにあるパターンを見抜く行為だ。失敗を恐れるな。失敗を記録せよ。成功の裏には、無数の小さな敗北がある。だがそれを、記録して見返す人だけが自分の中に確かな変化の証拠を持つことができる。集中力は選ぶ力で決まる。集中力とは時間ではない、エネルギーでもない。それは選ぶ力だ。私たちの脳は1日に約3万5,000回の決断をしていると言われている。何を食べるか、誰と話すか、スマホを見るかどうか、この無数の選択の中で集中力は徐々に削られていく。スタンフォード大学の実験によると、選択の回数が増えると脳の前頭前野が疲労し、意思決定の精度と集中力が著しく低下することが分かっている。これを決断疲れという。つまり、集中力が続かない人の問題は、気が散りやすいのではなく、選択肢が多すぎることにある。ここで必要なのが、選ばないという選択。例えば、朝食のメニューを固定する。作業する場所と時間を決めておく。スマホの通知はすべてオフにする。こうして余計な選択を減らしていくと、集中力は自然に高まっていく。これは環境の最適化と呼ばれ、行動心理学でも非常に有効とされている。意思で集中するのではなく、選択肢を事前に削っておくことで、脳のリソースを本当に大事なことに集中させるのだ。また、脳科学の視点では、集中とは前頭前野が深く関わっている。この部分は理性や判断力を担うが、同時にとても疲れやすい。だから、毎日すべてを新しく選ぼうとするほど、脳は消耗し、散漫になっていく。哲学者セネカは、こう語った。何を追うかを決めなければ、何も得られない。集中とは、無限の中から一つを選ぶ行為。捨てることでしか、集中は生まれない。重要なのは、何に集中するかではない。何を排除するかである。選べることが多い時代だからこそ、選ばないという決断が、最も強力な集中力を生む。集中とは、気合ではない。仕組みと選択の設計である。今日、一つだけ決めよう。やらないこと。一つ。孤独の時間が思考を深くする。現代人は孤独を怖がりすぎている。常に誰かとつながっていないと不安になり、スマホを片時も手放せない。だが、本当に価値ある思考や決断は孤独の中でしか生まれない。哲学者パスカルは言った。人間の不幸の原因は、部屋で静かに座っていられないことだ。つまり、外の刺激に頼らず、自分の内側に沈む力こそが、人間を深くする。脳科学的にも、孤独の時間は極めて重要だ。誰とも話さず、外部の情報が遮断されるとき、脳はデフォルトモードネットワークと呼ばれる領域を活性化させる。ここでは記憶の整理、自己認識、未来のシミュレーションが行われる。つまり、何もしていないようでいて、脳は最も創造的で高度な働きをしているのだ。一方、常に通知に反応し、会話に追われ、SNS に自分を晒している状態では、思考は浅くなり、反応的になる。他人にどう見られるかばかりを気にするようになり、本当に自分がどうしたいのかを見失っていく。行動心理学でも、孤独な時間を意識的に取る人ほど、自己理解が深まり、人生の選択にブレがなくなると報告されている。ここで重要なのは、孤独とは一人ぼっちではないということ。それは、他人との接触を一時的に断ち、思考の主導権を自分に戻す時間である。ソクラテスは、自分自身と対話できない者は、他人との対話にも耐えられない、と言った。まず、自分の声を聞く力を養うこと。それが、外の世界に流されない強さとなる。今日の世界は、あまりにうるさい。だからこそ、静寂を選ぶことが、思考の深さと質を取り戻す唯一の手段になる。1日10分でいい。スマホを閉じ、音楽も消し、自分の頭とだけ向き合う時間を作ってみてほしい。孤独を避けるのではなく、孤独を使う人が、思考を武器にできる人間になる。運動は心のデトックスである。落ち込んだ日こそ、身体を動かすべきだ。理由は簡単。心は身体に引っ張られるからだ。多くの人は感情が落ち着いてから行動しようとする。だが、
実際には逆だ。動くことが感情を整えるスイッチになる。神経科学の研究では、運動は脳内のセロトニンやドーパミンを増やし、ストレスホルモンのコルチゾールを減らすことが確認されている。つまり、心を癒す最も自然な方法が身体を動かすことなのだ。また、行動心理学では行動活性化という技法がある。これは、うつ状態の治療にも使われる手法で、まず身体を動かすことで、心の停滞を打ち破るという考え方だ。心を変えようとするのではなく、行動から先に変える。この逆転の発想が、意外にも最も効果的だと証明されている。哲学の世界でも、身体と心の関係は古くから語られてきた。ストア派の哲学者たちは、鍛錬された肉体が強い意志と理性を支えると考えた。現代の私たちが精神論だと片付けてしまうものの多くは、実は身体のコンディションに深く結びついている。動けば気分が変わる。この当たり前を、あまりに多くの人が軽視している。でも実際、10分のウォーキングが、ネガティブな思考のループを断ち切るきっかけになる。外に出て、光を浴び、空気を吸うだけで、心の内側に溜まっていたものが流れ出していく感覚があるはずだ。運動とは、心の掃除だ。部屋が散らかれば掃除するように、心がよどんだ時は、まず身体を動かせばいい。ランニングでも、ストレッチでもいい。型にこだわる必要はない。大切なのは、動くことが、自分を回復させる力になると知っておくこと。感情が停滞している時こそ、頭ではなく、足を使え。悩みを解決するのではなく、その前に一度、汗で流してしまえばいい。成功ではなく意味を追え。成功したい。誰もがそう願う。だが、成功だけを追い続ける人生は、必ずどこかで空虚になる。なぜか、それは意味が抜け落ちているからだ。心理学者ビクトール・フランクルは、極限状態の強制収容所において、人が生き延びられるかどうかは、希望ではなく意味の有無によって決まると証明した。つまり、苦しみや努力に意味があると信じられる人間は、絶望すら耐えられるということだ。現代においても、これは変わらない。収入、地位、フォロワー数、一見すると輝かしい成功も、そこになぜ自分はこれをするのかという意味がなければ、ある日突然、崩れ落ちる。スタンフォード大学の研究では、意味ある人生を追求している人は、そうでない人よりも健康で、長寿で、幸福度も高いという結果が出ている。意味とは、目的よりも深い。目的はゴールだが、意味は存在理由だ。それは他人が与えるものではなく、自分の内側から掘り起こすもの。だからこそ、なぜこれをやるのかを問い続けることが重要になる。それが、思考を深め、行動に芯を与え、途中で折れない強さを作る。哲学者ニーチェはこう言った。なぜ生きるかを知っている者は、どんな困難にも耐えられる。逆に言えば、意味を持たない努力は、どれだけ楽でも続かない。だからこそ、楽よりも深さを選べ、スピードよりも納得を選べ。成功は、一時の報酬でしかない。意味は、生きる方向そのものだ。今、目の前の行動に意味を与えること。それが、ぶれない人間を作る最短の方法である。成功を追うな。意味を問え。意味さえ見つかれば、人生の迷路には光が差し込む。他人の評価を遮断する技術。人は誰でも、他人の目を気にする。だがその視線が、人生の選択を支配し始めたとき、あなたの生き方は、他人の思惑に奪われていく。ハーバード大学の研究では、人が意思決定を行うとき、周囲の評価や期待が判断に影響することが明らかになっている。これを社会的証明と呼ぶ。つまり、他人の反応が正しさの基準になってしまう現象だ。だが、そこで問わなければならない。他人は、あなたの人生に責任を取ってくれるのか。答えは、明らかにノーだ。だからこそ必要になるのが、他人の評価を遮断する技術である。まず意識すべきは、評価の発信源を限定すること。すべての意見に価値があるわけではない。経験も知識もない人の声に、いちいち心を揺らされるのは時間の無駄だ。誰の言葉を受け取るか、それを自分で選ぶことが重要になる。次に、自己評価の軸を作る。哲学者マルクス・アウレリウスは、自分の魂が自分に対してどう感じるか、それだけが重要だと語った。つまり、自分が納得できるかどうかが、すべての基準である。心理学では自己決定理論がある。これは、人は外的報酬ではなく、内発的動機によって行動するときに、最も満足度が高くなるという理論だ。他人にどう見られるかより、自分がそれをやりたいと思えるか、この感覚こそが、心の自由を守る鍵となる。他人の声は、止められない。だが、それを受け取るかどうかは、自分で決められる。だからこそ、聞かない力が必要になる。SNS のコメント、職場の陰口、親の期待、そのすべてに反応していては、本当の自分の声は、二度と聞こえなくなる。静かに遮断しよう。誰かの承認を待つのではなく、今日の自分に胸を張れるような一歩を踏み出すこと。評価とは、他人のもの。
自分の価値は自分で決めていい。環境が変われば人は変わる。意志が弱いから行動できないと思っていないだろうか。だが、本当に人を動かしているのは意志ではない。環境だ。心理学者クルト・レビンは、人間の行動をこう定義した。行動イコール人×環境。つまり、どんな人間でも、環境によって行動は変わる。逆に言えば、環境を変えれば、自分も変わっていく。わかりやすい例が食生活だ。冷蔵庫にスナック菓子が常に入っていれば、どれだけ意志が強くても、夜中に手が伸びてしまう。だが、代わりに果物やナッツだけが並んでいれば、自然と健康的な選択をするようになる。これは選択アーキテクチャという行動経済学の理論にも通じる。人は、無意識に目に入ったもの、手の届くものに影響を受けている。習慣を変えるためには、意志力ではなく、その仕組みを変える必要があるのだ。例えば勉強に集中したいなら、スマホを別の部屋に置くだけで集中力は劇的に変わる。朝早く起きたいなら、寝室にカーテンを開けたまま寝る方が良い。やる気が出ないと悩むより、環境を一つ変えた方が、ずっと結果に結びつく。哲学者セネカも言った。悪徳を捨てたければ、悪徳を育てる場所から離れよう。人間は、自分が思っている以上に環境に影響される存在なのだ。そして、この法則はポジティブにも働く。夢を追う人が集まる空間に身を置けば、自然と刺激を受けて、努力が当たり前になる。逆に、愚痴や言い訳が飛び交う場所では、どんなに志が高くても、次第に腐っていく。だからこそ、自分を責める前に、まず場所を変えてみること、付き合う人を変え、見る情報を選び、整った空間に身を置くこと、変われないのではない。変われる環境にいないだけだ。行動は、意志の結果ではない。設計の結果だ。人生を変えたいなら、まずは環境から変えればいい。徹底的に繰り返せ。やるか、消えるか。成功する人間と、途中で消える人間の差は何か。センスでも、才能でもない。たった一つ。やり抜いたかどうかだ。行動心理学の世界では、人間の能力や才能よりも反復と継続が圧倒的な成果を生むことが、多くの研究で示されている。習慣化の鍵は、反復そのものである。例えば、カーネギーメロン大学の研究によると、ある行動を自動化するまでに必要な平均回数は66回。これは、一度や二度では脳が変化しないという証明でもある。つまり、変化を定着させる唯一の手段は徹底した繰り返しなのだ。哲学者アリストテレスも、こう語っている。私たちは、繰り返し行うことの集積である。人間とは、行為そのものだ。行動を変えれば、人格も運命も書き換えられる。だが、多くの人は中途半端でやめる。少し結果が出ないと諦める。続ける前に、評価を求めてしまう。そこで止まった人間は、二度と戻ってこられない。この世界はシンプルだ。やるか、消えるか、たったそれだけ。うまくやろうとしなくていい。完璧を目指す必要もない。ただ、続けることを止めない。初めは下手でいい。効果が出なくてもいい。その鈍く地味な反復の中でしか、未来を変える力は育たない。科学も哲学も、こう語っている。偉大さは、天才ではなく、反復から生まれる。言い換えれば、非凡とは平凡を極めた結果だ。だからこそ、自分に問う。今日、何を繰り返すか。昨日と同じ行動を、どれだけ丁寧に重ねられるか。焦るな。派手な変化を狙うな。繰り返せ。壊れるまで繰り返せ。命が染み込むほど、同じ行動を刻み込め。それだけが、人生を支配する力になる。続けるものだけが、最後に立っている。3ヶ月後、あなたはもう別人である。気づいているだろうか。ここまで読み進めた時点で、あなたの中の何かが、すでに静かに変わり始めている。人は一瞬で変わらない。だが、決意した瞬間から、別の人生が静かに動き始める。この動画で伝えたのは、魔法でも理想論でもない。哲学が語り、科学が証明し、行動心理が裏打ちした。人生を書き換える現実的な設計図だ。誰かに勝つ必要はない。環境を言い訳にする必要もない。ただ、自分を正しく理解し、意味を掘り、行動を繰り返せば、未来は確実に塗り替わっていく。例えば朝の思考、言葉の使い方、一つの行動を選ぶ力、他人の声を遮断する勇気、それらはすべて、自分を守りながら成長させる武器になる。毎日は訓練だ。選び方を変えれば、未来の形も変わる。大きな変化はいらない。最初の一歩を繰り返せばいい。5分間の集中、一つの習慣の継続、意味を持って今日を生きる。それを90日繰り返したとき、あなたの思考も、体も、結果も、確実に変化している。人は、3ヶ月で別人になれる。だが、その可能性は、口にするだけでは目を覚まさない。行動した人だけが、本当に別人になる。だから、今から始めればいい。朝を変え、言葉を変え、環境を変え、そして繰り返す。丁寧に、無駄なく、
意味ある日々を、たとえ今日がまだ昨日と変わらなくてもいい。ただ、一歩目を止めなければいい。3ヶ月後、あなたは確実に別人になっている。